はい、こんにちは。タモン丸のカンコレタモン丸です。本日は前回のイベントが完了したということで、その報告をしようかと思いまして配信をしていこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。今回の、イベントが終わりまして、それと同時に山風の会議が実装ということで非常に嬉しい。夏イベお疲れ様でした。どんどんパフパフという感じでね、まずは、こちらの紹介の方からいきたいと思います。イデアさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。さて、だいぶね階層レベルが高いということだったんですけども、通常の階2で83、その後の、階2低ですか、こちらは91でね階層できるということなので、早速、階層の方をしていきたいと思います。階層設計図と、戦闘商法ですね。これ一つずつで OK ということですね。いきましょうかね。では、山風会大規模階層を実施します。かわいい。別にいいんじゃない？あまりこう、手法をね両手で持っている子っていうのは、私の記憶の中ではいないんじゃないかなと思うんですけども、偽装はね貝シャツ夕方、お揃いになりましたね。海風と川風とね一緒に活躍させたいところです。そしてここからさらに階層ができると。一応この段階で分かった。大事に使う。こちらの内科艇を装備することが可能になっています。そして次の階層、ここからはこの高速、建造材と、開発資材10でいけそうですね。はい。別にいいんじゃない？ちょっとだけね、偽装の方が変わってますね。ダイハツ積めるように、スロープがついている状態と、あとは、手元にね、機重積んでる状態、ここが変わっているのかなと。パッと見ですけど、本当はもっと変わってるところがあるとは思うんですが、パッと見こんな感じかなと思います。これで、ダイハツですね。別にいいんじゃない？そんなに構わないで。以前に比べるとだいぶ会話というかね、セリフの方が明るくなってるような
感じがします。気のせいかな。わかった。大事に使う。こんな感じでね、とんでもない火力がね、集積地を襲う。今回のイベントでもだいぶ対地攻撃が必要な場面がね多々ありましたけども、その際、使える貨物の数もね限られてましたけど、これでまた新たな力が備わってくれたことは非常に喜ばしいですね。これの、後発の任務でね、3式水中探信機の回がね取ることができる、任務も追加となっておりますけども、そちらの方はまた後ほど攻略していこうかなと思います。では早速ですから、図鑑の方もね見ていきましょうか。山風海二の、番号は388番なので、ここら辺かな。白津湯型駆逐艦8番艦海白津湯型山風浦が生まれしぐれねえや鈴風と同じ川風たちと第24駆逐隊を編成した加賀の護衛をしたりね。大きな戦いでも最初の方はね随分頑張ったよ。そしてね、大港から柱島にね行こうとしたの。その後はねわからない。覚えてないの。コメントがだいぶ増えましたね。浦賀生まれで、しぐれや鈴風と同じ川勝たちと、第24駆逐隊、ここら辺はね一緒に編成して活躍させてあげたいそんな感じです。ここが山風海二の、紹介になりますけど、手の方になってくるとまた変わるのかな。ナンバー467になりますので、もう少し先かな。ここに、収まっております。白津湯型駆逐艦8番艦海白津湯型山風浦が生まれしぐれねえや鈴風と同じ川風たちと第24駆逐隊を編成した加賀の護衛をしたりね。大きな戦いでも最初の方はね随分頑張ったよ。そしてね、大港から柱島にね行こうとしたの。その後はねわからない。覚えてないの。コメントはね、同じですね。はい。一応山風海二艇に関しては、コメントがいろいろあったんですけど、なんか可愛いってコメントがねすごい並んでました。登場した時から使ってあげたいというね気持ちがあったので、特にスペック云々じゃなくて、連動の方は上げてました。素の段階でも対戦値がそれなりに高い子でしたので、比較的早い段階で、活躍できる、それがね、意外に早く買いにが来てくれたので、
今後の、働きに非常に期待が持てるというところで、山風会の、紹介となります。はい、横に行っていい？はい、でここからは今回ねイベントで新たに、合流したカンムスのね紹介をしたいと思います。こちらの4名ですね、今回の新規追加になりました。順番にね見ていこうと思います。誰からいこうかな。じゃあ最初は、ミトちゃんからいこうかな。はい、町を、人を、ミトは守ります。いやこの子に関しては攻略中にね出てくれたということで非常に助かりました。当初はもう堀は諦めていましたので来てくれてよかった。図鑑ナンバーは438番になりますのでちょっとチェックしましょうね。だいぶ後ろの方ですね。438番、こちら、4つのね隣になりますね。低型解剖艦その15番艦第30号解剖艦です。長崎で生まれ佐世保で育ち第4海上護衛部隊に配備されました。数字の型船団等を護衛した後和歌山由良の守りにつきました。海港町力が尽きるまでお守りします。はい、4つと同じでね低型解剖艦、量産型解剖艦ということもありまして小さい本当に小さいですね。持ってる偽装の大きさが非常にちょっと際立つ感じがします。対戦対空、遠征もね活躍できるかだと思うんでまだ連動の方がねまだまだなので実戦には出せませんけどこの子も育ててイベント回帰に出撃できるようにしていきたいなと、思います。はい、そして次の紹介する子は長芸ですね。図鑑ナンバーが435番。さっきのね、同じヨスとミトとね、そしてお姉さんのね、チンゲイの隣となりますね。チンゲイ型潜水母艦の2番艦、長芸。チンゲイ姉さんの妹です。少しだけ旧式ですが、最新潜水母艦が空母に改装されたので、最前線の潜水母艦に再配備されました。潜水母艦として、さらに輸送任務や対空戦闘、戦いが終わった後も大切なお仕事頑張りました。姉さんともども忘れないでね。この子も、今回のねイベントのドロップ艦だったので、ちょっとね攻略中には会うことができなくて、本当に先週の後半になんとかかんとか合流できたということで、半ば諦めていたところではあったんですけども、本当に開校できて嬉しいです正直なところです。まだあまり細かい性能とかは見てないんですけども、基本的には陣営と同じ運用で、いいのかなというふうに思うんですけどもね。
皆さんこの子どうやって使ってますかね。使うにしても何にしても、まずは連動を上げて階層が完了したらその使い方、その習得をねしていきたいなと思いますし、今回のイベントで潜水艦隊がね、前回のイベントでもあったんですけど、おそらく今後の戦いの中では、お札をね一つ任せられる、そういった部隊になるかとは思うので、陣営と、長営、どちらを運用するにしても、その運用法であったり、それに付随する潜水艦ですね、艦主たちをうまく連携させて、戦果をね上げていきたいというふうに思います。これが今回のイベントのトロップ艦の両名でした。離らないでって言ってるのに。けど次は、屋台の食べ物、美味しそうだ。試していいか？カプールですね。本当にこの子はねちっちゃいですよね。駆逐艦とちょっと間違えるようなスタイルをしてるので、また新たな属性が配備されたような、そんな気がします。では図鑑の方をチェックしていきたいと思いますが、その前に、この子は階層ができるレベルになってますので、ここで、カプールも階層したいと思います。そうか、設計図はいらないんだな。用意してなかったんで。それでは、第一次階層を開始します。はい。いいんじゃない？へえ。この階層によって、速力がね高速になるというね。さらにこの後にもう一段階階層が残されている。なんとまだまだ私にはもう一度階層が残されているというのは、強者の証なのかなと思ったりもしますけども、それでは、図鑑の方のね確認をしましょう。ナンバー477番になります。結構もう後ろの方ですね。コンテディカブール級戦艦一番艦コンテディカブールよ。そう、第一次大戦中に建造された土級戦艦。何？小さいからってなめないでよ。近代化改装で今風の高速戦艦になったんだから。第二次改装も予定していたし。ここでね、本人が言及してますけど、次の階層で高速戦艦に、そして、第二次階層も今回そのまま実装になっているということですけど、本当に船体がねちっちゃいんで、この子のそのもののね大きさもちっちゃくなってますけど、大砲は戦艦ですから非常にちょっとアンバランスではありますが、今後のポジション的には、イデヤさん、戦艦で2回改装できるのはなかなか見ないですね。そうなんですよね。改装して、実装されて買いにまで行ったのは太陽とか新陽っていうね、
空母の子はいたんですけど、戦艦だと初めてだと思います。はい。こんな感じではありますけど、今後、第2、連合艦隊のね、第2艦隊に入れて活躍させることもできるだろうし、運用の仕方考えないといけない子ですね。コンテディカブール級戦艦1番艦コンテディカブールよ。そう、第一次大戦中に建造された土級戦艦。何、小さいからってなめないでよ。近代化改装で今風の高速戦艦になったんだから。第二次改装も予定していたし。鹿屋さん、こんばんは。イベントお疲れ様でした。金谷さん、こんばんはです。本当に皆さん、イベント大変でしたね。本当にお疲れ様でした。完走できたのも皆さんの応援あってのことで、一人だったら途中で、難度下げていたかもしれないくらいね、第3回帰は大変でした。改めて、お礼申し上げるとともに、今回の、イベントでね、改めてちょっと不足しているところとかもね、多々発見することができたので、次回のイベントもできるだけ航空賞を目指して頑張りたいと、そのための準備をね、これからも続けていきたいというふうに思っています。そしてカプール、この偽装がね、先の実装になってましたイタリアやローマと同じこの赤と白の、そして緑の、イタリアを象徴するねカラーリングになっています。この段階で、私個人的には、清下とかね戦艦になる可能性があるんじゃないかと、ないかなというのをちょっと連想してしまいました。はい、非常に面白いですよね。この子も山風と一緒に主力になるのかな。こちらイベントオール交換層新艦コンプ任務完遂です。金谷さんも完走、しかもね航空賞で新艦もコンプおめでとうございます。いやー疲れましたね本当にね。道中、今回道中がね大変だったのもありますけど、ちょっとゲージの数が多いなので、ギミックの数が多くなるのは、さして、それも確かに、障害になりますけど、それ以上に、ゲージが多いのはね、それだけでね削られちゃうんで、運営さんにはできれば1マップゲージ、3本以内にしてくれ4本はやめてください本当に常にそう思ってました。はい、それではね、もう一人残っています。私、準備は万全よ。問題ないわ。今回の、最終回帰で鹿屋さん、になりました。体が本復していないので、これにて失礼します。カンコレしたいけど、我慢。そうですね。お疲れ様でした。ゆっくり、休んで英気を養ってね、次回も一緒にね、頑張って戦っていきましょう。今日はありがとうございました。はい、
ではビクトリアスも、確認をしたいと思います。図鑑ナンバー485番。本当に後ろですね。ここの本当に後ろの方。ラスレスクラスエアクラフトキャリア HMS ビクトリアス、装甲甲板を持つ A 正規空母よ。数々の戦いを乗り越え、戦後はジェット艦載機も運用可能に改装されたわ。よろしくね。ビクトリアスで、これで日本、アメリカ、そして英国、それぞれ装甲空母がね、実装されたということで、本当に装甲空母機動部隊がね、完成しつつあるということはね、感慨深いですね。当初は、大砲がね、装甲空母で実装になってから、昇格型が実装になって、そしてサラトガも後からね改装になって装甲空母、そして大砲以来初めてですよね、装甲空母として最初から運用できるこの子。まだまだ連度が低いので第一線には出せませんけど、活躍させないといけないな。やっぱりね、ジェットを進めるっていうのもね、今回はジェットがちょっとあんまり活躍する機会がなかったので、次回以降ね、活躍できるところではどんどん使っていきたいなというふうに思います。というのが今回ね、新しく仲間になった新カンムスとなります。で、ここからはもうすでに仲間にはなってるんですけども、ドロップ艦で今回取ることができた、開港することができた方の紹介をしていきたいと思います。ここは攻略時にはあまり紹介することができなかったので、ここで改めて紹介をしたいと思います。最初はそうだ、おのおのがその責務を尽くせば勝てる。はい、ネルソンです。ツイッターでも案内しましたけども、本当に出てよかった。この子も、ミトと一緒で、当初掘る予定はなかったんですけども、あと1日ありましたので、これは、運命を感じる大事に育てていきたいと思います。ジャパンの秋、いいわね、この雰囲気。私は好き。食べ物も美味しいし。そして、ウォースパイトもね、改めて、来てくれました。とりわけ運の値が高い、非常に支援に優秀な子なので来てもらって嬉しいです。この子も育てていきたい。ポーラ大丈夫かな。はい、ザラはいつでも行けます。そして、イタリア従順ザラですね。これ以外の海域でもドロップする可能性はあったんですけど、今回はね、ラストのポス戦でドロップしました。一応私の、鎮守府ではもうすでに2人いたりするんですけども、でもね、皆さんもイベントやっててわかると思うんですけど、イタリアカンムスの特に従順の子はね、推定が積めるという、推薦を積めるっていうこともあって使い勝手が非常にいいので、航空巡洋艦を使う
使わないとかそういったの関係なしに、投入できるというのは非常に嬉しいというかね、戦力的に厚みが増すので、非常に嬉しいと思っております。I'm good, thanks. Yourself? そしてパースはね、全く予想してないところから、第1回帰の、ドロップだったんですけども、水着モードだったので最初誰かなと思ったら、パースだったんだっていうぐらいちょっとあっけに取られてしまいました。なかなか欧州イベントとかではないと活躍する機会が少ない子かもしれないんですけど、来てもらったからには活躍させるための準備ね、させてあげたい、そういうふうに思います。鳴いてるの何？アキノムシ？あ、スズムシって言うんだ。いい音色ね。スズムシってスイカ食べるの？本当？そして、リベッチオと、マエストラレですね。第1回帰のドロップで来てくれました。イタリアカンムスの特に駆逐艦の中ではね、ジャービスとか、イタリアのカンムスじゃなくてイギリスのジャービスとかジャーナスも強いんですけども、イタリアカンムスのリベッチョやマエストラーレもね、対戦値が非常に高い子になりますので、今回のイベントで複数持ちにすることができるようになったことで、ちょっとね、戦力的にあまりサブカンを運用してこなかったというのが、私の陳述の、弱点でもあったので、それも、複数持ちにすることができなかったからという理由がありましたが、ここで、長女ですからしっかり頑張ります。来てくれましたので、すぐに実戦投入するだけにはちょっと時間がかかると思うんですけど、連動を上げて、次回のイベント、多分この子たちだと E1 とかでね、使うにはもってこいかなというふうに思います。以上が今回の、複数持ちのドロップ艦の人たちです。他にもね、解剖艦の子も何隻か、3隻かな、取ることはできましたけども、基本的にはこの形で今回は本当に大収穫だったと思います。はい、というのが、ここまでがね、新しい力の紹介になります。で、ここからは今回のイベントの、感想といいますか、ちょっとね、この艦隊は空母機動艦隊、前回の E2 のボス戦に行った時に使っていた編成になります。何か相談？いいけれど。昨年のねイベントでもあったんですけども、関西機特攻っていうのがありました。で、今回も発生しまして、一番、困ったのがこのソードフィッシュですね。マーク2の熟練、私のところでは今加賀さんが搭載しているのと、ほう、この艦隊のオートゥムはいいな。まさに収穫祭のようだ。陳樹夫秋祭り、悪くない。
どれ、私も参加しよう。こちらのアークロイヤルが搭載している、ソードフィッシュマーク2、マーク3の熟練ですね。そうね、対空火器も最新式よ。ガンガンかかってらっしゃい。そして大砲が装備している、ソードフィッシュマーク2の熟練。秋か。そうね、秋は終わりの季節。でも始まりの季節でもあるんだ。きっとそう。私はそう思ってるんだ。らしくないからしくないかってね、追加搭載している RE2001-0OR 回、これは艦上戦闘機なんですけど、これと、別にバラクーダですね、そういった感じの、特攻艦載機、これを装備することによって、大ダメージを、果ては、その海域突破するにもう必要不可欠だったわけなんですね。今後のイベントだと、今回は欧州イベントだったので、私の顔に何かついていて。そう。今回は英国のね、艦載機だったり、イタリアの朝福さ艦載機だん、ったんこんですけどね。ばんは。イベお疲れ様でした。朝福さん、こんばんはです。イベント、お疲れ様でした。楽しいとはちょっと言うのはちょっと難しいかもしれませんけども、でも、全力を出せたイベントだったし、足りないところもね、多々痛感させられたというところでもありましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。私が一番ね、今回不足していたっていうのを痛感したのはですね、この艦載機なんとかギリギリ数が足りていたので、ここはなんとかクリアできたんですけども、基地航空隊でね、今回新しい力が、実装にされました。こちらの艦載機の読み方ですね、スパルベローナというイタリア空軍を代表する3発爆撃ということで、元はね、旅客機だったものを、性能が良かったので、武装や、爆撃機種が乗るゴンドラが追加されて、当時の、イタリアのね、主力爆撃機として活躍したというね、正直私知りませんでした。これが実装された時、パッと見、これ偵察機かなんかかなと思ってたんですけども、いや、そんなことはなくて、もうガチの、雷撃機だったと。数字を見れば確かにそうなんですよね。それが、ドライ、そして、その熟練ということで、これについては調べた方はね、お分かりかと思うんですけども、本当にイタリア空軍の中でも主力中の主力で、後継機の開発もされていたようなんですけども、最後までこのスパルベローナを抜くことはできなくて、対戦が終わるその時まで第一線で活躍を続けたこの陸上攻撃機、
今回改めて、実装になったことで、さらにね、基地航空隊が強化されたわけなんですけども、不足してたというのはですね、この飛竜なんですよね。私のところではこの1機は最初からこの星8状態の運用をしてたんですけども、もう対空が非常にきつくて、全くね通用してない感じがしたんですね。というのは、もう1機の飛竜の今星6になってるんですけども、これ初め0だったんですね。全く通用しなかったですね。はい。なのでイベント中も回収して飛竜のね星を6個に上げて、これでなんとかかんとか基地航空隊も、拮抗を取れるだけのね戦闘力を得ることができたところから、ようやく進化を発揮し始めたなということなので、まずここの強化をおろそかにしていたのが甘かったなというところです。そしてもう一つ、かつお節さん、タモンマルさん、皆様こんばんは。かつお節さん、この間のね最後の時も応援いただきましてありがとうございます。今日はねイベントも終わりましたけども、新しい、仲間の力、そして、今後に向けての、対策ですね、それを今日は、話しております。何かアドバイス等ありましたらコメントをいただけると嬉しいです。お答えできるだけの範囲内でお答えしたいと思っております。そして、こちらのはやぶさ、6号戦隊ね、この子もね活躍しましたけれども、当初はね今星4になってますけど、星1にしてましたね。朝福さん、うちも飛竜の回収を怠ってて痛い目にあったな。なかなか対空戦でね、戦闘機、直営の戦闘機でカバーできるところはするんですけど、手数を増やそうとするとどうしても陸港をね数出してあげないといけないんですが、対空がないとねもう落とされる。坂井田さんこんばんはです。山城の結婚まではもうちょっと先だと思いますけども、楽しみですね。あと1ヶ月かな、あと1ヶ月ちょっとかな。ちょっと回収のネジは重かったりするんですけど、井出谷さん、陸港の回収が重要になってきましたね。戦闘機の回収はそれなりにしてきたつもりなんですけど、陸上攻撃機のね回収もマックスにするのはちょっと現実的に難しいですけどね。そうですね。できるだけ、回収の方をね、この次のイベントの期間までの間にだいたい6ぐらいまでは上げておければ、それなりの、成果が上げられるんじゃないかなと思うし、あとはもう今のところこの銀河がやっぱり強いのは間違いないんですけど、おそらくここも回収できるようになってくるとは思うんですけど、ただその時に何を求められるか、ネジだけだったらいいんですけど、
素材が何を突っ込まれるのかっていうのが非常に怖いので、ここの強化が来た時が怖いですね。それやらないと本当にやばいことになりそうな気がするんで、はい、というのが、今回のイベントで、痛感させられた、基地航空隊の、攻撃力の増強です。はい、あとは石切君はそれなりに任務でもらえるようになってきましたので、可能であれば、上位の兵装に改装できるようにしていきたいなと思います。そして最後に紹介するのがこちらの相変わらず読み方わからない DO217、誘導ロケット弾込みのね、この子、作っておいて良かったこのうちの一人です。ちょっと戦闘行動半径がね4しかなくて出せるところが限られてましたけども、前回はあんまり活躍できなかったんですけど、今回はもう大活躍でした。できればもう一機作ってあげたいんですが、非常にネジが重いし素材も重いんで多分無理ですもう一機作りたいけど作れない、ちょっと他の子の回収にね全力を挙げていきます。あとは可能であればランカーを次のイベントまでに1回ぐらいね取っておければ、もしかしたらもらえるかもしれないという淡い期待をして、強化できればいいかなというふうに思います。だいたいこんなところでしょうかね。安心する。明るくて暖かい居場所。やっぱり山風は、いい子ですね。実装当初は、提督がパパになるとかね、そんなことがね非常ににぎわったというのを思い出しますけど、これでまた新たな属性が生まれるんじゃないかと期待をしております。まだ実装して1日なので、早ければ今週中にでも何か新しいね属性が生まれるんじゃないかと思ってワクワクしております。あとはそうですね、見たいの？いいけど。今回のアップデートで、艦隊司令部情報のところに、基地航空隊の整備レベルというのが新たに見れることができるようになったようなんですけども、この右下のところですね。これを押すとどうなるのかな？出た。ちょっとちっちゃくてよく見えないんですけど、これは一応期間限定回帰の航空隊のレベルを一つ上げてるんですけども、通常回帰の方はまだレベル上げてないんですよね。これをどう見るべきか。通常回帰の方のレベルは特に上げなくても、イベント回帰の方はね本当に頻繁に出撃するんで、気持ちレベル上げてみましたけどね、あまり体感できなかったな。といった新要素も加わりました。
だいぶバケツもね使っちゃったんで700か。通常の戦闘はあまりしないようにして節約して、来月いっぱいで、1000まで持っていきたいな。まず1000まで持っていかないとちょっと安心できないですからね。バーナーに関しては全然ですけど、開発資材、私のところはこんな感じで残ってるわけなんですけど、これがこれだけあるってことはそれだけ回収してないっていうことにもなるので、今後はちょっと重めになるかと思うんですけど、新しいねソナー、三式水中探信機の回ですかね、そういった新しい対戦装備も実装されてますので、そこら辺の強化をねするために開発資材は使っていこうかなと思います。内ハイベ海域のルブ2に上げましたが、疲労抜きが早かった印象でした。疲労抜き、そうですよね。効果があるのが、疲労抜きが早くなってるっていうふうには書いてましたけど、やっぱりレベル2くらいまで上げておくべきだったかな。気持ち早くなった気はしたんですけども、本当に気持ちぐらいだったんで、それよりもね、連動がなかなか上がらなくて本当にシックハックしてましたね。あと、今回はまた改めて任務が増えてます。戦闘商法がもらえる任務だったり、新型並走資材もらえる任務だったりね、いろいろ必要なものを補充していきたいと思います。そんな感じでの今日はね、イベ終わりの脱力感いっぱいの、当鎮守府のね、状態を皆さんにちょっとお見せしようかなと思って配信させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい。ですね、次回の配信についてなんですけど、今後の配信についてなんですけども、基本出撃任務をね中心に配信していくつもりではいるんですが、ちょっとあまり出撃する任務が、新規の任務がですねあまりないので、ちょっと間空くかもしれません。その間ちょこちょこ回収とか出撃とかはしていくんですけども、いつもみたいに、次回いついつやりますっていうふうにちょっと今日は控えさせてもらいます。はい。ちょっとリアルの方がちょっと何がしら忙しくなってきたというのも正直なところで、今までのように週2回配信できるかどうかわかりません。でもこれはやってますので、皆さん安心してください。絶対にやめませんので、はい。ということで、本日は、イベント終わりの、配信会とさせていただきました。ということで、本日はね、タモン丸のカンコレ、タモン丸です。いろいろと言いますか、今年もあと、後半戦突入します。まだまだ、リアルの難しい状況が取り巻いているわけではありますけど、きちんとね対策をして元気にまた次回もお会いいたしましょう。お疲れ様でした。かつお節さん、配信お疲れ様でした。本当に皆さん、いつも、コメントありがとうございます。もし
拙いことでもいいんですけどもね、ご相談ないしアドバイス等ありましたら、ツイッターに、ツイッターでもいいですし、DM でもいいので、バンバン送っていただければ、一両日中には返信したいと思っておりますので、ぜひまた、遊びに来てください。それでは、失礼いたします。皆さん、お元気ですって言えるとなんか終わりみたいかな。そうではないので、それでは、失礼いたします。じゃあね。